こんにちは。今回は玉編みのお花を紹介します。このお花は長々編み5目の玉編みで花びらを一つ作りました。裏はこのような形です。編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始め、1段目は鎖編み1目を編んで、この輪の中に細編みを12目編み入れます。最後は最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。2段目も鎖編み1目を編んで、その鎖編みの根元の細編みに細編みを編みます。次は花びらを編みます。この細編みから鎖編み2目を編んで、次の細編みの頭に長々編み5目の玉編みを編みます。玉編みを編み終わったら、そこから鎖編み3目を編んで、次の細編みの頭に細編みを編みます。これが花びら1つ分になります。これを6個編んで、最後は最初の細編みに引き抜き編みをして、6枚の立体的な花びらがついたこのかわいいお花を作ります。では最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。鎖編みはここから1、2、3、4、5目の鎖編みを編みました。最初の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをします。鎖編み5目の輪の作り目ができました。この糸端は一緒に編み込んでいきます。1段目は細編みを編みます。鎖編み1目を編んで、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて、細編みを編みました。輪の中に細編みを全部で12目編み入れます。次も細編みです。細編みが2、細編み3、4、5、6、7、8、きつくなりましたので少し編み地を寄せてください。次、9、10、11、12、これで12目の細編みが編めました。最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。最初の細編みはここですので、この頭に針を入れて、糸をかけてすべての糸を引き抜いて引き抜き編みをします。これで1段目ができました。次は2段目の花びらを編みます。2段目も最初は鎖編み1目を編んで、そのすぐ根元に細編みを1目編みます。次は鎖編みを2目編んで、隣の細編みの頭です。今ここを編みましたので、次の細編みの頭に長々編み5目の玉編みを編みます。長々編みは針に2回糸を巻いて、次の細編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜き、また糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜きます。ここまでで長々編みの未完成な形ができました。この
未完成な長々編みをあと4回編みます。針に2回糸を巻いて、同じ細編みのところに針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸だけを引き抜き、また糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、長々編みの未完成な形です。これで未完成な長々編みが2目できました。あと3回未完成な長々編みを編みます。未完成な長々編みが3回、未完成な長々編みが4回、もう1回未完成な長々編みを編んで、これで未完成な長々編みが5目できました。これを一度に引き抜きます。針に糸をかけて、かぎ針を上に押し上げながら、一度にすべての糸を引き抜きます。これが長々編み5目の玉編みができました。これで長々編み5目の玉編みができました。ここから鎖編みを3目編みます。1、2、3。3目の鎖編みを編みました。次はこの隣の細編みの頭に細編みを編みます。これで花びらが一つできたことになります。このようになっている時もありますので、指で押し上げてふっくらとした花びらにしてください。同じようにあと5回花びらを作ります。鎖編みを2回編んで、隣の細編みの頭に長々編み5目の玉編みを編みます。次は鎖編みを2目編んで、次の細編みの頭に長々編み5目の玉編みを編みます。針に2回糸をかけて、隣の細編みの頭に針を入れ、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて、未完成な長編みを1目作りました。あと4回未完成な長編みを作ります。これで2回、3回、4回、5回、5目の未完成な長々編みができました。これを一度に引き抜いて、長々編み5目の玉編みを作りました。ここから鎖編みを3目編んで、隣の細編みの頭に細編みを編みます。これで2つの花びらができました。あと4個の花びらを作ります。長々編み5目の玉編みが5個できて、最後の6個目のところです。ここから鎖編みを3目編んで、最後は最初の細編みのこの頭です。ここに引き抜き編みをします。これで長々編み5目の玉編みで作るお花ができました。糸を切って
この糸をとじ針で糸始末をします。今引き抜いたところはここです。このすぐ下のところに針を入れますが、ここに一回糸を通してこういう感じになります。ここが今針を通したところです。そしてあとは裏側の目立たないところに糸を通してください。形を整えて花びらをぐっと上に押し出して、この糸はもうこれで切ってしまって大丈夫です。ふっくらとした花びらがかわいい長々編み5目の玉編みを6回編んで作る玉編みのお花を紹介しました。色違いでも楽しいですので、たくさん作ってみてください。長々編み5目の玉編みのお花です。